皆さんこんにちは。背景イラストレーターのありです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、イラストを描くときは写真を見ようという内容でね、やっていきたいと思います。僕の動画ではですね、結構写真見て描いた方がいいよってね、いろいろ言ってると思うんですが、今回も写真を使って、どういう風にイラストに活かすのか、どう使ったらいいのかっていうのをですね、紹介していますので、ぜひ最後まで見て、写真使ってイラストをですね、より説得力あるイラストにしてみてください。それではやっていきましょう。はい、それではですね、今回はイラストを描くときは写真を見ようという内容でね、お話ししていきたいと思います。さあ、写真なんですが、イラストを描くときですね、やっぱり資料を見ろってね、このチャンネルでもですね、よく言ってると思うんですが、やっぱり資料をね、見た方がいい。で、その資料にですね、かなり役立つのが写真かなと思います。で、特にですね、現実のものを描くときとか、近くのものを描くときっていうのは、本当にその近くに行けばですね、写真でもう資料いくらでも撮れるんで、もうバンバン撮ってね、それを見ながら描いてほしいなと思います。で、写真をどこにね、使って意味があるのかっていうところなんですが、今回2点ね、紹介しようかなと思います。で、写真は、まずですね、説得力を上げるための資料だよってね、今話したことなんですが、どういう風に説得力を上げるのかっていうのの一つ目が、イラストのディテールアップにつながるよというのが一つあります。例えばですね、想像でなんとなくお城の屋根の感じを描いてみようね。なんとなくみんなこんな感じで描くんじゃないかなと思います。なんか屋根が乗ってて、木がね、奥に流れてるような感じでね、あるかなと思うんですが、実際ですね、しっかり描こうとするとですね、やっぱり想像だけじゃね、多分描けないと思います。なので、そういう時に資料を見ましょうということになります。で、資料を見るとですね、こんな感じで結構ね、複雑ですよね。ガタガタになってて、で、ここにも新しい木があってね、さらに二重になってて、これは特に重い、どでかいね、門なんで頑丈な作りなんですが、こうなってるんだよと。で、こう見ると、なんか、ちょっと寂しかったな、みたいなね、のがわかるかなと思います。もうこれ、こっちの想像で書くとね、このまままっすぐやって門にしてたと思うんですが、実際さらにその一段下にもね、あったんだというところを見て書き直してみると、こんな感じでですね、これだったのがこっちになると。やっぱりディテールがですね、細かくなると、説得力もアップして、絵自体もね、かっこよくなるのかなと思います。なので、ぜひですね、この辺、全部ね、そのまま書けばいいっていうわけではないんですが、資料を見て、ここはいらないだろう。イラストだとここはね、なくてもいいかなっていうところは削って大丈夫です。もうすべてね、資料の通り書かないといけないっていうのに言ってるわけじゃないんですけど、想像で書くより資料を見て、その中で自分の中で取捨選択してですね、ここで自分のいい感じのモデルをね、作ってあげて、それを書くっていうのが非常にいいのかなと思いますので、ぜひですね、ディテールとか、細かいところどうなってるんだろう、作りここどうなってるんだろうってね、わからない部分はぜひ自分で写真撮ってね、資料にしてみてください。例えばドアノブとかね、ドアノブなんとなくしかわかんないですよね。でもドアノブもね、できれば分解すれば一番いいんですけど、そこまではね、難易度が高いと思うので、ドアノブどういう感じでくっついてるのかとか、ドアノブ開けた時の引っ込む鍵の部分とかがね、どうなってるのかとか、そういう地味なところも意外と使えますので、写真撮ってることをお勧めします。結構ね、イラストの説得力を出すのにね、こういう細かい部分っていうのはね、重要だったりしてきます。そしてもう一個が、二つ目がですね、イラストのカラーを選択するときの役に立つよっていうのが、ポイントの、おすすめですね。写真をおすすめするポイントの一つです。で、例に持ってきたんですが、木の幹を描くときって、なんとなく茶色じゃないですか。木って茶色ですよね。なんで茶色で描きがちなんですが、実際写真を見てみるとですね、灰色に見えるな、みたいな。黒寄りの灰色寄りのみたいなね、感じになってて、ここの一個の色をですね、撮ってみるとこんな色になります。で、想像は、ザ・木って感じなんですが、こっちのね、灰色っぽい、グレーっぽい色が持ってきた色なので、実際はこんな色なんだよって形でですね、結構想像との剥離がね、あるんじゃないかなと思います。これはもちろん木の種類によって全然変わってくるんですが、どっちかっていうとですね、茶色い木よりグレーの木の方が多いのかなって気もしますので、そういう思い込みの色と実際の色っていうのはですね、意外と違ったりしますので、イラストのカラーを描くときにですね、一回資料を見てみて、この色ってこうなってたんだっていうのをしっかり確認して描くことによって、よりですね、伝えられやすいのかな、伝わりやすいのかなね、ところがありますので、ぜひですね、カラーを塗るときにですね、使ってみてください。こんな感じでですね、写真を使うことによって説得力が上がるよというところなんですが、まずですね、イラストのディテールアップをもう少し細かく見ていきたいんですが、写真で細かい部分の確認をですね、ディテールアップ
につながるところですね。なんでね、つながるのかっていうところなんですが、想像で書くとですね、こう謎の形になったりするんですね。さっきここで出てきたですね、こんな感じで書いてあげると、何か物足りないとか、何か形が違うな、でもなんか似てるな、みたいな形のね、こう謎の、書いてる自分も謎の形に、ね、なってしまうことがあったり、あとこうカチってはまらなかったりですね、こっちの木を描いてて、次こっちの木を描こうとしたらなんかはまらない、形がおかしくてはまらないなとかね、そういう整合性が取れなくなることもありますので、そういう時はね、ぜひこの構造を見てあげてください。で、特にですね、建物とか機械、っていうのは、写真で細かい部分を見るっていうのは本当に重要になってくるかなと思います。特にね、こういう和風の建築とかはですね、こうすげえ難しいです。もう本当にね、すげえ難しいです。もうどういう形でこうくっついてんのっていうのは本当に書きづらいんですよ。なので、ぜひですね、めちゃくちゃ資料を見てください。想像で書くより全然こう、イラストとしての完成度が上がると思います。あとは階段とかもですね、階段はこの手すりとかがどういう形でついているのか、例えばこれだと4段飛ばすでね、ついてたりしますが、他にもいろんな手すりがありますので、そういう自分の思い思いの形を写真に撮っておくと、それをイラストに使いやすいですね。あとはこういう形の、これもね、特殊な、これいっぱいこう、プランターみたいなのを撮ってあげると、その中で自分が使いたいのを使っていけばいいんですが、ちょっと面白かったのでね、これは写真撮りましたが、こういうフェイクの石っぽい形をしたプランターで、ここからね、水が出せるような形になってるね。ちょっとね、特殊だったんで、これは撮りましたが、こういう感じでね、面白いものもありますので、こういうの写真撮っておくとですね、何か植木鉢を描きたいなって時に、これ面白かったなって、これを見てですね、こういう形で作ってみようっていう形でイラストに置き換えることができますので、こういう形でしていくと、どんどんですね、イラスト描くのも楽しくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、この写真で細かい部分を確認するっていうのはやってみてください。想像で今まで描いてた方はですね、何倍もイラストの説得力が上がると思います。で、現実にあるイラストを描くときはですね、資料を見るっていう癖をね、これつけてあげると一番いいかなと思います。で、もう一個、現実にあるイラスト以外もですね、例えばファンタジーの世界のイラストを描くときはですね、ファンタジーの世界のイラストではあるんですが、現実世界で近いものを資料にしてみてあげるのが一番いいかなと思います。例えばよくね、あるその異世界転生とかだったら、いわゆるこう中世ヨーロッパって言われてるね、昔のヨーロッパの建物とかを見てね、それを参考にイラスト、背景イラストとかを描いてあげると、どこかでみんな見たことあるんですが、これ古い感じ、じゃあこれ古い感じのイメージなんだっていう形でね、こう繋がっていきますので、やはりですね、資料はどういう状態でも見ることをお勧めしますので、ここには現実にあるし、イラストを描くときって書いてますが、現実にあるイラストを描くときは確実に写真も撮れるんで見た方がいい。あと異世界とか、そういう違う現実にないファンタジーの時もできる限りね、見るのをお勧めします。今はね、いろんなところから資料を見ることができますので、ぜひですね、資料を見て、細かい部分、ディテールをですね、アップしてみてください。次にですね、写真でカラーの確認をしようというところなんですが、カラーもですね、感覚で描くとですね、やっぱりこうおかしくなってしまう時もね、やっぱあるんですね。なので、色を塗る時もですね、想像だけじゃなくて、写真とか、資料とかね、見て、プラス自分のイメージのカラーを合わせて塗ってあげたりするといいのかなと思います。例えばここで言うとですね、木の色ですね。木の色はどうなっているのかとか、これはね、さっきより全然茶色っぽいですよね。こうやって色をね、スポイトで吸い取ってあげて、こうやって塗ってあげるとですね、こういう感じで、色これぐらいなんだっていうのがね、わかりますからね。これで茶色に近いですね。濃い茶色かな。暗い茶色。こんな感じね。グレーに近い茶色か。だったりとか、葉っぱとかもね、こういう葉っぱ、こういう色、こんな綺麗な色使われてるんだみたいなね。こんな感じで、カラーの勉強に、ね、なったりします。あとは光が当たったハイライトはどうなるのかなとかね。ハイライトめちゃくちゃ白く飛んでますよね。こんな感じで、ハイライトとか、綺麗に光がこう差し込んであげると、ハイライトでかなりね、色が飛ぶんだとか、ちょっとこの辺は暖色系の色が乗るんだなとか、そういう形の研究ができますので、やっぱりですね、カラーをやるときもですね、写真とかを見ることによって、よりリアルな感じ、より説得力ある感じのイラストにできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ使ってほしいなと思います。で、先ほどやったようにですね、スポイトで撮ってそれを描いてあげて、で、色塗りの練習をするとかもね、かなりおすすめですので、スポイトで撮って、こんな色使われてるんだ。確かに緑っぽいなとかですね、そういう形で確認して描いてみてください。空の色とかも思ったよりですね、暗い色とか使われてたりします。なんかもうちょっと青い色使ってんのかなと思ったんだけど、すごい暗い色だったなとか、ね、そういう発見もあると思いますので、ぜひですね、こういろんな色を使って試してね、みてください。
すごいね、勉強になります、本当に色塗りは。僕もね、色塗りすごい下手なんで、もうカラーのチョイスがすごい下手くそなので、その時にですね、こう写真撮ったもので、どれぐらいのこう対比でコントラストがあるのかなとか、その辺すごいね、役立ってますので、ぜひぜひ使ってみてください。で、ここにも書いてますが、色を取るとですね、全然違うこともあるので、これも勉強になります。細かく使われている色はね、そこまで使わなくていいんですが、主要な色、例えばここの木だと、この色とここの色ですね。この2つの色は、こうやってスポイトで吸ってあげると、これぐらいの対比なんだとか、勉強できますので、目立つところだけね、スポイトで吸って、それを書いてあげると、勉強になるかなと思いますので、ぜひぜひやってみてください。はい、というわけでですね、今回はイラストを描くときは写真を見ようという内容について話してきました。写真はですね、本当にイラストの説得力を上げる資料として使用できますので、かなり重要かなと思います。僕もですね、ひたすら写真撮って資料をね、毎日のように集めていますので、ぜひ皆さんもですね、スマホとかで写真撮ってですね、それを自分のイラストに使っていただければと思います。よりクオリティの高い、ディティールの高いイラストを目指していきましょう。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価のもよろしくお願いします。また通知のベルを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト販売等もしておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。